ティグラドデジョンです。今回でナビ VS フーチンナンバーワンということでね、元 JX タイガーとの対戦ですね。なんとね、この対戦僕も参加してるんですよ。以前ね、僕が参加してる対戦がね、アップされてたと思うんですけど、多分バタング戦でね、負けちゃったんですけど、あの大会実はまだ続きがあったみたいで、ダブルイルミネーションシステムになってて、負けてもね、敗者復活ラウンドの方がね、進んでまして、それの32ですね。ローアーブラケットのベスト32というところから、対戦相手は JX タイガー、元 JX タイガーとの対戦です。こちらの方がね、シンセが前のクランでやってるので、僕の方が参戦してという形でやっていきます。というわけでね、早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行学ですね。自分のアタックがね、終わるところまでは、ライブではなくてね、後で声を入れているものになります。さあ、まずは突撃艦を投げていってというところからスタートしていきます。僕もね、ライブで見ることはできないので、とりあえずリプレイだけ撮影しときていて、裏でプランニングしてっていうね、やり方でやってるんですけど、なるほど。マルチ IT 突撃艦レイジーまでかけてね、狙ってたんですけど、落とせなかったっていうところからスタートですね。さあ、クイーンに対するストライカーのタイミングがめちゃめちゃ完璧。タイミングバッチリでしたね。さあ、12時の方をバルーンのベイビードラカットというところも入っていきます。さあ、さらにホーミングチェック、バルーンつけていきつつ、タウンホールまでそうするとこれクイーン、ビズ島のとこつけていく流れにするのかな。で、マルチ IT の横打ちがめちゃめちゃめんどくさいっていうところなので、突撃で削りつつ、12時ベビドラとバルーンで削ったことで、キングのケアもキングに合わせつつ、ワンチャンタウンホールのケアもキングでできたらな、みたいな感じかな。クイヒープラスのキングでタウンホールを確実にケアしつつ、下からホグライダーっていうのが一般的かなとは思うんですけど、先にクロス折れんのはめっちゃいい、それ。レイジターンも起動してないしね。さあ、キングの方が向いていきつつ、めっちゃいいウォールブレーカー、それ。さあ、いいフィスト使っていって、ウォールブレーカーがね、タウンホールから投げられないような形を取りつつ、いいな、これめっちゃいいな。もう一枚ウォールブレーカーあるんで、おでん像をつけれるかどうかみたいな感じにすると思うんですけど、ロイヤルチャンピオンマルチ IT リカバリーで出しつつ、下からホグライダー展開していきました。本来ならばね、このマルチ IT っていうところはね、横打ちが入らないところだったので、少し、ホグパートのね、つけるはずのロイヤルチャンピオンが単品になっているので、ちょっとホグパートの火力が落ちているというところです。クイヒーの方にこれはレイジ打ちつつ、フリーズで当然ヒーラーと第1クロスの方を固めていきました。裏の投石もこれクイーンで完結しましたね。スケルトンを置いてこれクイーンがタゲ取られる前ぴったり。若干動いてロイヤルチャンピオンがクイーンで打てる位置までしっかり誘導。これ完璧だな。すげえな。ガクマジどんどん上手くなってるよな。なんか日々感心するというか、うめえな。さあ、フリーズ一発余って余裕の全開ですね。ホグパートロイヤルチャンピオンね、使わずに貫通もできてますし、そもそもロイちゃんまで残ってるというナイス全開。さあ、対戦相手1本目、クイラバですね。ちょっともう始まっちゃってるんですが、リターンの呪文を採用してるクイラバで、かなり珍しいですね。迫撃砲のターゲットを取ってるので、シューターが刺せるような形になりつつ、ここババーチャで引き継いでますね。で、ここでヒーラーっていうかクイヒーを回収していって、6時の方に展開をしていく。これシューターの使い方うまいですね。投石2本がこれで打てるような形を取りつつ、これは作りがめちゃくちゃいいな。よくこれファーストアタックでこんなん思いつきましたねって感じなんですけど。さあ、ダブルホーミングチェックバルーンを入れていって、こういうのもね、かなりやっていきたいところなんですが、絶対入れたい、このホーミングチェック。綺麗に入って1本。引っこ抜きつつ、外周部はキングが走っていって、いいウォールブレーカーですね。さあ、援軍はロケバルとアイスゴーレム当然ポイズンをかけていきつつ、その隙にシューターがえぐいですよ。これ、投石2本にもうすでにシューターのダメージが入ってます。いやー、これ、バカ強いな。これ相当余裕なのでは ?3 時画号来たいけど、そんな余裕あるかな見えてる。これもう1枚多分真ん中大工クランジョンのとこつけてくるような流れでしょう。
さあ、キングの方も残って、これ対空砲キングでケアできますね。バルーン出さんくても。いや、えぐいぞ、これ。さあ、タウンホールには当然フリーズかけつつ、ウォールブレーカーがしっかり真ん中貫通できるようなところを入れてきました。これはクローク入るかな。クローク行って、タウンホールはレイジトーム。ちょっと強すぎるな、これは。ロイヤルチャンピオンまだ手元に残ってるんですけど、これ、えぐいな。プランが完璧すぎるな。さあ、テスラとかも生えてきたんだけど、もはや、さあ、援軍も余裕だし、ロイヤルチャンピオン使わず全開ですね。いや、これうますぎるな。プランめちゃくちゃいいわ。これうまい。いいプラン。これはいいプラン。やりたい。これやりたい。さあ、2手目僕のアタックですね。編成はトツウィズラバレやっていきました。トツウィズもラバルも超久しぶりというところで、まずはバルーン当てていきます。モノリストね、真上に落としていくんですけど、これ、ウィザードがね、巨爆スペースないので、これ、着地で死ぬことがないので、今回はここを採用していきました。はい。さあ、レイジ置きつつ、まあ、イーグルプラスアルファ、クロスボウとも乗り添れればいいかなぐらいです。ちょっとね、手前にっていうか奥に出しすぎたので、レイジに乗ってボムターの方にね、突っ走ってしまうスーパーウィザードと、バネでちょっと飛んでしまった部隊がいたので、少しだけ気持ちモノリス、外側にね、置いた方が良かったかなっていうところで、この辺はね、トッツウィズの連動の甘さみたいなのが出たかなというところでした。で、このゴブリン迫撃かかってないと思ったんだけど、かかったんですよね。かかってない想定だったんだけど、多分ね、範囲で見ると全然かかってないんだけど、届いちゃうやつですね。さあ、ここ、対空砲までイエティ切ったのがね、結構お気に入りポイントですね。対空砲まで切ったので、これラバルパートのルート作りとクイーンのね、サイドカットになってます。そしてウォールブレーカー、これクイーンめっちゃ綺麗に進むでしょっていう流れですね。ベビドライエティのカットは綺麗に決まりましたが、ちょっとね、援軍が強れてたので、キングの進行が遅くなっちゃったんですよね。それによってクイーンの被弾が高くなり、キングの進行もね、遅くなかったので、マルチ IT をね、クイーンに降りつつ、援軍はキングで止めといて、その隙に投石折ってみたいな形を狙ってたんですが、ちょっとここは合流してしまう形になりましたと。まあ仕方ないですね、こうなっちゃったら。まあ、マルチ IT の進行をどういう感じにやるかを見つつ、ラバルパートはスタートしていきます。はい。もう速攻でもこれはフリーズかけていくんですけど、マルチ IT これでもう見えてます。はい。キングの方がね、触りに行ったのと、クイーンの方である程度進んでるのが見えたので、もうレイジともこっちに合わせつつ、ラバハウンドドサクさんに紛れて出します。はい。いいラバトームですね。さあ、そして対空砲をラバトームに合わせて出していきつつ、裏を今見てるところです。もともとね、このジャイロイちゃんっていうのを裏にやろうと決めていたので、アーチャーターとね、2本と大砲があるので、このジャイアントが刺さりますよっていうところ。そして裏にスケルトンを採用。この辺、天才ラバルでよく使われてるね、スケルトンをね、応用した形になります。で、ラバハウンドがしっかりターゲットを取ってるんですけど、しっかりバルーンが届いてからフリーズをつけて、マルチ IT 完封。さあ、ストライカーを裏から刺して、ロイヤルチャンピオンの方もね、クイーン処理のところ触れる形になったので、まあかなり、まあ、プラン通りいけたかなっていう感じですね。キングが遅くなったこと以外はね、マジで綺麗に思ってた通りのプランになったので、あらあらって感じでした。個人的にはね、もう、思ってた通りであったんで、よかったなって感じです。よかったよかった。まあちょっと、あんまりね、普段やらない戦術なので、本当にプラン通りって全回取れるか、ちょっとそんなには自信なかったんですけど。さあ、ここからライブで撮っていこうかなと思います。ライブで撮っていこうというか、声はね、ここからライブで入っていくような形になります。さあ、僕の配置ですね。オデヒのスーパーボーラー。ちょっと前のアタックが全然見れてないんですけど、なんかロイちゃん残されてたっぽいな。まあ、とりあえずね、前回取れてよかったですね。というところで、対戦相手のアタック、スーパーボーラー編成。この配置確かにね、僕もスーパーボーラーで攻めたことがあるんですけど、確かに前回取れてる配置ではあるんで、ちょっとその時とはね、入りが違うので、事故ってくれればって感じですが、まあ、僕のね、スーパーボーラーのやつはね、過去に僕とトキさんとのね、対決企画というもので動画上がってるので気になる方は見てみてください。ちょっと強いな。両サイドをシューターとオデヒでカットして真ん中ジャンプインっていう形かな。パッと見やばそう、雰囲気は。アイゴレを縦にやっていきつつ、アイゴレムとゴーレムを別々に積んでという形か。ゴーレム入りですね。
テスラがここに当たっていくんですけども、いい感じに、キングも今回は中に入れていく形。ウォーデンのトームがね、キング外れるとかないと結構厳しいかもしんない。しかも援軍細かいのか。これは、スーパーボーラー的には美味しい援軍が出てきましたね、というところ。さあ、ポイズンは完全に外れてるんですけど、ターンホール残れ。トーム切れて欲しかったな。でもこの爆発は一応スーパーボーラー入ったんで、スーパーボーラーは中心入ったやつは結構解けましたね。さあ、スケルトンを置いてモノリスのターゲットを取りつつ、クイヒーの方にレイジを置いていった。ここでクイーンはクロークを置いていきました。ロイヤルチャンピオン裏から。で、スケルトンとインビジブルが1枚ずつというところ。ポイズンはね、完全にね、クイーンが浸かりまくってるんですけども、という形。さあ、対地クロス残ってほしいな。フェニックス張り付いてる上の対地クロス。そこは残ってほしい。残りましたね。シューターがここで弾け飛んでいくんですけど、スケルトンがいい働きしてますね。クイーンとモノリスのターゲットを取ってたので、クイーンの方がなかなかターゲット取れず、スケルトンがぶっ刺さってんな、なかなか外れない。ヒーラーは一旦ここで解けましたかね。モノリスもターゲット取ることができず、インビジブル残ってるので、回されちゃったかな、これは。ロイちゃん止まんないっすね。スーパーボーラー刺さるタイプの配置だったとこに、しっかり刺してきた形になるかな。相手もさすがに強いですね。1個までの対戦で、ジャスマック EA の方とね、期待してたんですけど、パーフェクトゲーム取ってたんで、仕上がってるね。最終予選も出てくるとは思いますので、時間の方が間に合っちゃうね。どう頑張っても間に合っちゃうね。残念ながら前回です。カズマくん、ディガホグ。タンクイヒーになるのかな。結構逆サイドからのクイヒーディガホグっていうのもね、最近だと見ますね。今回はただ下から来ましたね。6時の方からクイーンを置いてきました。タウンホール巻き込んでという形かな。これは多分、フォーミングトラップ用のロケバルになるかな。そしたら。テスラが、うわー、ギリギリこれも。おでんぞ、あと一発でも入ってたら、記録が出てるところでしたが。これはテスラが5本、ほぼここにあるような形になりそうかな。3、4、5全部出たね。クイヒーパートで、大砲美味しいね。それめちゃくちゃ美味しいね。両サイド大砲簡単に拾うことができて。クイーンの動きに合わせてって形かな。ここはホーミングチェック通したいところなので、ロケバルを一発見せていきました。マルチ IT 周りっていうところにね、これしかも大砲が、それをお得に折れるというところ。これ強いな。スニゴブを金庫に通していって完全なるサイドカット。ちょっと僕もね、この配置、この類のクイヒー系はちょっと見てたんですけど、どうやってやっていくのか、繋いでいくのか、興味ありますね。アーチャー出したらなんとここにリックスケルトンが出てくるという。なんか出し直してもいいかなって感じですかね。スニゴブなんか置いちゃうか、スニゴブ1体置いても、どっちにしろ対地に捕まるから、出すか出さないかって感じかな。ここヒーラー捕まるので、一旦フリーズ。ホーミングチェックのバルーン通せないのがちょっとあれですが、ここは9時から行くんですね。なるほど。で、キング投下弊社を角度つけて、もうルートができてますね。うわ、しかもこれめっちゃいいな。アイゴレ美味しい。タウンポイズン浸からないように、これアイゴレで時間止めてほしいですね。クイーンがここ捕まっていって、タウンポイズンがその間に解きますね。ルート綺麗だな、作り方。ディガホグの方もキングの方も非常に綺麗なルート通れてますが、ちょっとウォーデン、キングに持ってかれてる。トーム真ん中で打ちたかったんだけど。これはね、仕方ないですね。ここで打つしかないですね。ヒールもすでに使い切ってしまってるので、中心マルチ IT のところ、インビジブルロイヤルチャンピオン合わせるかどうかっていう判断ですが、ここは使いますね、さすがに。ただこれも言ったでしょ。レイジーフリーズ一発ずつあって、投下弊社も外周ぐるんぐるんだね。もうバルキリー5体ぐるんぐるんしてる。で、ロイヤルチャンピオンは落とされてきますが、最終区画がもう投石ロイちゃんのみになってるところにレイジーフリーズ一発ずつ合わせられて、クイーンもここクローク打ってるっていうところで、もうめちゃくちゃ余裕ですね。あとはほんと時間だけっていう形。先日ね、時間でね、負けてるので、ちょっと時間の方はね、意識というか、意識じゃないけど、無駄な時間の使い方とかはしない方がいいですね。最適解の時間縮めっていうのがいいかなという形ですが、余裕の全開が、対戦相手、インドラスケルトン。なるほど。インビジブル4発なんで、ワンチャン、ロケバラ、す
すごいスタートするね。思い切ったスタート。突撃艦からスタートのロケバル投手というところをしっかり間に合わせていって、スーパーガーゴイルですね。いや、もうテスラとかあって、それ釣れなかった。これね、対策されてたら結構罪な展開を打ち込んできましたが、ここかけないんだ。マルチ IT まで取りに行ってもと思ったんだけど、かけずに折れそうという判断ですかね。インビジブルの節約にもなっていく。さあ、残ったところにインドラ展開。かなりウィズトを寄せた置き方したんだけど、これキング処理したいってことか。キングを外周部の方に寄せて処理をしたいという形ですね。このキングの処理もうまいですね、ジャイアント使って。で、挟み込んでスタートしていきます。いや、今のキング処理うまいですね。見習いたいところ。ロケバルのスタートのところもね、非常に、結果的にはね、いい突撃艦になってますからね。ワンクッションなんか挟んでもいいところですが、決め打ちで打ち込んでいきました。さあ、スケルトンの方でモノリスのターゲットを取っていきたいんですが、ここは、変わっていきましたね。ドラゴンライダー入っていきつつ、トルネードで、これドラゴンライダーのトームが外れていくので、オーデンのね、オーラ外れてるので、そこ焼きたい。ここでトームかけていきます。援軍とも当たるところ。で、キングクイーンの方が上流れてって、マルチ IT もしっかりここは、レイジター乗ってるんですけど、フリーズとかかけないんだ。ちょっとね、溜めてきましたね。でも触っちゃったか。強いなぁ。クランジョの方もここはインドラが触りきって、裏のマルチ IT がね、結構インドラに対して強そうですね。この、イーグルさすがにフリーズ打ちましたか。エアスイーパーの方もかけないと、ここはリタゲが入ったりするんですけど、イーグルまではおられましたね。ヒーロー潰れたんで、あと呪文が5枠もあんのかこれ、地味に。おっと、このフリーズは外れていく。マルチ ID かけたかったところですね。ありがたい。さあ、インビジブル2発あるんで、1発目はここロイヤルチャンピオン使っていきましたが、でもこの打ち方どうだろうな。マルチ IT を避けるようなね、スケルトンの呪文のターゲット。これ、ロイヤルチャンピオンでマルチ IT 落とせなかったら結構守れる可能性があるんですけど、落とされていく。ただ、スケルトン一発と、おーっと、いい2連巨爆。クイーン相当吹き飛びましたよ。そしてこれ、投石のスプラッシュが少しでも入ると。いや、でもシンプルな2連巨爆で回復量が間に合ってない。これ落ちますね、クイーン。さあ、ようやくここで、3本目、防衛が取れそう。初手のアドバンテージエグかったっすけどね。タウンホールマルチ IT をインビジブル2発で落とすことができて、めっちゃ強いルート作りだったんですけど、プラン的には結構強そうでしたけどね。さあ、防衛。しかも時間の方も結構合ってたようで。88まで間に合うかどうか。87で終了ですね。さあ、ホッサン。これでね、リード取れましたね。61天才のラバルランチャーセット。いつも通りの位置に打ち込んでって形なのかな。手前のマルチなのか、奥のマルチなのかっていうところを折りつつ、基本は手前になりそうですけど、そうですね。手前を折って、残った反対サイドにって形かな。ベビドラ出してテスラないの確認したので、キング出せるっていう形ですね。で、キングを外周部で処理することができて、そこテスラないなら結構楽に展開ができるかな。ランチャーちょっと、そうだね。若干早めに出しちゃったかなってところもあったので、キングのフィスト使ってターゲットをブラしつつ、マルチ IT のターゲットもね、キングとバーバリアンで取ることで、ウッドランチャーがよりいう形なんですけど。もう一発入れてほしかったところ。マルチ IT は最低でも降りたいですね。タイチクロスもできれば降りたいんだけど。さあ、イエティの方で、これは、ちょこん、ナイス。そしてクイーンの方がこのうちにね、フェニックスと一緒にラバーハウンド殴ることができて、イエティが生きてる間に、パピー処理までやりたいんだけど、ラバーハウンド強いね。イーグルまで折れたね。クイーンの処理は一応クイーンの方でできてるんで、キングかどっちかわかんないけど、ちょっと、処理できてるんで、投石のところまで本来は、クイーンをね、持ってきたい流れだったと思うんですけど、真ん中マルチは、いや、さすがに、配置がかかるわ。フリーズかけたところで。さあ、残ってしまった投石機。これはジャイアントも一応投石のタゲ取りみたいな感じで出したのかな。ベビードラゴンがね、ここターゲット取っちゃってたので、
バルーンの方がね、ここからターゲット入っちゃいますね。ただ、投石の方しっかり差し込むことができて、この辺はリカバリーでやってるところですね。ポイズンタワーのターゲットをいい感じにブラしたいんだけど、もろに食らいたくはない。ポイズンタワーが吹きかける。レイジトームかな、ここ。かけないんだ。かけちゃった方がどうだったんだろう。タウンホールそうなるとバルーン足りるかな。ロイヤルチャンピオンは9時から展開したレイジに乗ったバルーン。マルチ IT のせいで、おでん最悪の事態は一旦免れて、一応ラバールがね、まだ手元にあるんでね、3体全部大砲から出していきましたね。これ3体が対空砲の方に向かうのがさすがに分かってますね、さすが。差し込みつつ、ロイヤルチャンピオンで残り回収していきたいところ、アーチャーターまでこれ削ると、下の大砲のところまでね、これバルーン伸びますね。さあ、ここでブーメランかな。ブーメラン撃っちゃってんのかも。そうなると 87% を超えるかどうかという勝負になってきますが、時間があれば確定で超えてきそうなところ、時間的にもこれは間に合いそうかなと思いますね。さあ、テスラの方にバルーンはテスラまでは折れませんが、87は超えました。88%。さあ、こうなると相手が全開してどうなるかっていう形になるかな。防衛ができれば相当強いですね。さあ、92% です。さあ、リターン型のクイヒースーパードラゴンにドラゴンライダー一体混ぜてますね。面白い。まずは、相手の視聴数やばいな。22も見てるんだけど。突撃艦セットと、そしてイエティ使ってますね。ヒーラーは1体だけ止めて、リターンか。最初、まずは外周削りというところから始まっていって、9時かな ?9 時だね。うん。ここからスーパードラゴンパートスタート。クイーンでクイーン拾えんの強いな、それ。スーパードラゴンの負担が相当減りましたね。そしてここから突撃艦合わせていく流れ。トームも入れてきます。援軍はここで止まるのか。ドラゴンライダーがなんか遅れて登場しましたね。これマルチ IT とかイーグルとかその辺を合わせて狙っていくようなライダー採用なのかな。ギリギリエアスイかからないところ。ここはタウンポイズン受けるスーパードラゴンがありました。いいホーミングヒット。モノリス頑張れ。そいつをやってくれ。しかもターゲット変わった。おでん戻った。それは強い。モノリス残って、しかもこれ大工かかってしばらく触れないんですけど、ロイヤルチャンピオンを差し込んでフリーズと、クイーンの方を延命するような使い方していきましたね。ただこれロイちゃん結構負担かかる出し方になって、ウォーデンもマルチ IT 途中やめ。これ守ったんじゃないさすがに。キングを外周流していきます。レイジフリーズ、ロイヤルチャンピオンのために打っていきますが、能力も解放されつつ、ロイちゃんどうせ死ぬんで、能力だけ使ってクイヒーにレイジフリーズ残したりするのもありだったかなというところ。これはさすがに守りましたね。激アツすぎる。これ守ったら勝ちかな。あと星2でいいという状況ですからね。とはいえでもこういう状況とか、最近のね、イーグル素晴らしい。破壊率も相当低いですね。70% から。こんなに伸びなそう。イーグルも残ったんで。プラン的には、スーパードラゴンは本来イーグルの方に流れてほしいな、みたいなイメージなのかな。結構タウンが寄りましたね。ってなると突撃艦採用よりもボマーで、タウンホールもスーパードラゴンで引き潰すぐらいの勢いのがかったかも。ラストアタッククラウス。ゴーレビズかな。スケルトンインビジブルではないね。コウモリ3発どっかに初手で撃ってってなると、ここかここだと思う。どっちかですね。イーグル、どっちかっていうとこっちの方が、ゴーレビズで考えた時でもマルチ相手も邪魔だしな。内側かな。そっちだったね。内側でしたね。内側3施設コウモリ使って狙っていきつつ、今回ね、ポイズン採用もあるので、その辺は援軍見て
星1だけは危ないですね、これね。星に取れば勝ち確というところ、しっかりここは3施設プラスでおまけで大工もずれました。で、イエティを使って外周カット。ここからおそらく、3時から回してって、5時、この辺からな、ウッドランチャーが出てきて、6時の方かもな。からウッドランチャー出てきてタウンホールまでっていう形だと思います。ポイズンタワー。ちょっとこれは援軍釣れるけど、全部釣れたなら OK だし。結構簡単な援軍だし、ポイズンリザードもいるんで。ポイズンリザード援軍処理早え。ゴーレムとのね、距離感は空いてしまうんだけど、あんまりカットしすぎるとこれ、呪文ターンのためにクイーン入っちゃうな。でも。リザード、これ以上やめてくれ。さすがに大丈夫だな、これは。爆撃からの戻りの、一応ゴーレム取ってたんですけど、ここはジャイアントでバネトラップ。元のプランがそういう流れなんだと思います。アイスゴーレム通してゴレビズ展開、エレクトロタイタンも合わせて入れていきます。はい。いい流れですね。プラン通りできてるかなというところ。やはり6時の方からここはウッドランチャー通しつつ、スーパーバーバリアンでね、6時のカットも入れてますね。で、アイゴレキングをクイーンのところを入れていきつつ、ストライカーも一発入って、ウォールブレーカーも入れていく。ここはクエイクを使って、ウッドランチャーの穴開けの補助みたいな感じですね。しっかりここは穴開けして、キングの方でルートも作っていくことができている。ウォーデンのトームもあるので、タウンホールまでクイーンの黒く保ちたいですね。いいアイゴレ。マルチ IT 解けてるんで。アイゴレではちょっと微妙かもしれんけど、いることに意味がある。ここからクイーンの盾にアイゴレ入ってほしいんですけど、対地クロスのだけはしっかり取れてますね。ここでトームです。ウォーデンの方が HP がもうギリッギリになっちゃったんで、もうこれは、こういうトームですね。これは回し切ることできそうかな？星2の方もこれで確保ができまして、いいアイスゴーレムが一旦入って、2度目のアイゴレもここはドカンと入って、3発目のアイゴレもここで入っていきます。クイーンの方はクロークって対地まで飛ばせるかどうかという形。クロークギリギリ届かない。ロイヤルチャンピオン能力残ってるんですけど、また時間との勝負になってんな、これ。いつもクラウスのあれは時間勝負になってる感じがするんですが、間に合うでしょうか？残り15秒。このブーメランで一気に施設は削れていきました。防衛施設は残り3つ。時間との勝負、大工がかかってる位置だったので、初手のところこれも直されてしまっている。98% 間に合わず。ラストタック。高い率で抜かれることはないので勝ち確ですね。まだスーパーボーラーがマックスになっていない。アイゴレ曲がってない。キングが85。あんまり触ってない赤なのかな。まずはおでんを使ってというところ。イエティを盾に使っていきつつ、なんかすげえおでん動いたな。反対9時の方にシューターとジャイストライカーという形でロイヤルチャンピオン処理してますね。ストライカー3体も積んだんだ。で、これは対地クロスのところまでおでひ折り切っていくような流れです。シンプルに考えれば12時の方に落としていくやり方をすると思うんですけど、そうですね。ウッドランチャーとかがないので、ここからはジャンプだったり、シンプルなルート作りで誘導していく必要がありますが、まずはここは穴開けせずに流していく形になりそうですね。マルチ IT 対地クロスとかを取りつつ、このエアスイッパー、クラン上のところに来て、ジャンプをかけていく流れかなというところ。ウォーデン、これはトーム発動していく。苦しい。スーパーボーラー、ここから展開して、シューターの方もこれは迫撃砲の方に突っ込んでいきましたので、破裂しそうですね、そろそろ。次のイーグルはキングが受けつつ、クイーンとウォーデンは内側からのゴールになりますね。ヒーラーがやっぱりウォーデンが HP 低くなってしまったことで、クイーンにはつかず、だいぶ HP 持ってかれてて、これはウォーデン追いつけないね、スーパーボーラーパートに。このマルチ IT 強いよ。アイスゴーレム入って、ここはフリーズかけないとそうですね、スーパーボーラー溶けちゃうところなので。一応ライフオーラは入りましたが、ヒーラーが入らない。
クイーンの方もここでクローク。さすがにこれは厳しいでしょう。このアタックも防衛が取れそうな気がしますが。レイジインビジブルかけていきましたが、裏がきついですね。本来は裏にスケルトン持ってきて、ロイヤルチャンピオンでどうにか突破しようという形だったと思うんですが、サンフォロワークイーンがしれっと突破してます。ブーメランかけつつスケルトン打ってという形です。ストライカーもこういうとこ遅れちゃいますね、やっぱり。いやー、美味しいな。勝敗はもうすでに決まっているんですが、このアタックも、スケルトンが解けまして、ロイヤルチャンピオン、クイーンの方もむき出しになりつつ、オデンも、元はというと、トームが切れたところと、合流も遅れたところで、80% ちょっとというところ。すごいですね。JX タイガー相手に3防衛と。83% です。というわけで今回はナビ VS フーチンナンバーワンだったんですが、13対12で勝利することができました。冒頭にも言ってると思うんですけど、ローマーブラケットに回ってる形になってて32ですね。前回負けてね、終わった大会かと思ってたんですけど、ダブルイリミネーションになっててね、負けても復活ができるというところで、ローワーブラケットの方勝ち上がれば、まだまだ対戦ができるというところでしたね。その3、ベスト32、下側のね、ベスト32というところで、対戦相手がフーチンでした。よかったね。個人的にもね、前回は取れたので、非常に良かったかなと思います。久々にね、トツビズもラバルもやった感じはしますが。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画で会いましょう。さよなら。